はい、こんにちは、森のワークベンチでございます。じゃあ今日はボディカラーを塗っていきますね。で、色は、トヨタのなんだっけサファイアブルーにしたいので、こういう方の青ですね。なので木としてのこの LP45 このままいっちゃいます。なんか前明るいかなって言ってたけど、そうでもないですね。こんなもんかなって感じで、実写の方がね明るいかなと思ってたんですけど、そうでもないですね。多分これでいいでしょう。で、エアブラシで塗装するんですけど、今回できるだけ塗膜を薄くしたい、クリアも含めてね。だからこのカラー自体はそんなに薄くはできないと思うんですけどね、発色ってことを考えないといけないんで、ただできるだけそのカラー自体も平滑にね塗り上げていきたかったんで、サフェイサも今回2000番で磨きました。1500番と2000番の差なんでね、それほど違いはないかもしれないんですけど、でエアブラシの塗装の前にこの塗装ブースの中、いわゆるホコリ対策ですけど、塗装前に部屋の掃除を入念にしてといったって、あっちこっちあるホコリを落としてやって、掃除機時間かけてかけました。でここの中さらにホコリを抑えるために水を軽くねで塗りたいところのホコリも落とすと。でこのシャーシの裏側アンダーボディの方なんですけど、塗り分けが結構ねいやらしい感じなんですけど、一旦このブルーで塗っちゃいます。で目立たないところで試し拭きで、まずね試し拭きっていうか練習拭きね、まず塗料をこうつかませるためにザラ拭き、砂拭きですね、粗拭き、これで一回一番下の塗膜を形成します。こっから前はここだな、ここだけだな。後で黒で塗るとこはね別にこの色で塗る必要はないんですけど、なのでこういうシャーシ裏とかあとはここで塗ってもいいね。ちょうど今回バルクヘッドあるんで、バルクヘッドでも試し拭きができます。どんな感じの塗り方にしていきたいのか。この白いところがボディカラー、エンジンはシルバーなんでね、下塗りは黒でやりたいんですよ。こんなもんかな。でボネットね、ヒンジもこの色にしたいので、つかませるところを先に塗っときますか。この辺りは多分ヒンジの先っぽは見えなくなると思います。サフも回ってないです。今スタンドでねクリップでかませてたところは回ってないで、ボディは一応裏側こんな感じでマスキングしてあります。黒を残したいところだけですね。やっぱ
サフェーサーのそのつぶつぶがどうも後々のそのボディの塗装のざらつきにつながる。まあ当然下地がねガタガタしてればその上に色が乗っかるだけだから影響はありますよね。ただ塗料をかませるためにこういう砂拭きっていうのも必要って話もあります。砂拭きをすれば当然表面はガタガタしておく。ただレベリングシンナー使ってるんでね、乾燥が多少遅いですから、この今このブルーのガタガタはここで溶け出していって馴染むんじゃないのかなっていうのもありますよね。これで全体ザラッとした感じにはなりました。一応、今回裏側真っ黒に塗っちゃったんでホイールアーチの裏はあんまり発色はしないと思うんですけど、一応でこっから砂拭きあんまりくどくどやらなくてもいい気にするんですけど、塗りが弱いとこあるんで、塗りが弱いところにこの砂拭きをもう一回徐々に色をのせていくような感じですかね。で、回数を重ねるごとにその距離感を詰めていくっていうか、冷圧はちょっと上げてやるというか、ちょっと上げるって押し加減ですね。ボタンの押し加減ね、僕の場合。流れない程度、塗料が垂れない程度にこう近づけて、今結構目いっぱいボタンを押してますね。近いところでやるときはボタンの押し具合を弱くして、今これぐらい2センチぐらいの距離だともうボタン弱くしないとダメ。裏いっちゃうか。裏はねデコボコしてるんで近づけて塗りたいから、エアは細めですね。で今ボンネット裏塗ってみたんですけど、これ縦横1回塗りましたね。これボンネットの裏なんかでテスト拭き、これでもう塗り上がりでしょうね。塗り上がりってこんなもんかな。もうちょい薄めるとどうなるか。これで伸びてきますからね、乾燥までの間に。あとこの小口の部分、細いところ、裏側はあれですよ、多少艶が落ちても
実写と違うんでね、全く実写はフレームありますからね、そんなキラキラでもないですし、だからこの裏側方向からこう斜めにこうエアブラシ当ててやって、このエッジの部分塗り重ねていくと、でこんな揺れちゃうと塗りにくいんで、片側こっちに置いて、あ、しまった。で俺ボンネット乗せて塗るって言ってたら、この中先に塗っといて、ボンネット乗せてから塗る予定だったけども、ボンネット塗っちゃったんで、まあいいや。本当はね、ボンネットこれ乗せて塗った方が、この青の場合は色のばらつきが出なかったね。しまったな。まあいいです。ほら今ここで往復させちゃったから、ここだけ色が濃くなっちゃう。失敗です。それは失敗っていうか、修正は効きますけどね。あと今こっち側、右側の面に、青を塗ったじゃないですか。でこう真上からこの天井の部分塗ると、こっちにミストがかかっちゃって、でざらついちゃうんで、ただ今これ往復させるなら、この外れたところで往復させないとダメだから、こう思った方がいいですね。こう思った、右側に塗料がかからないような、例えばこっちの影なんでね。で今しまったなと思ったのは、ウィンドウの返しのところっていうか、この部分ですよ。開口部、最後部の小口の部分の気をつけて塗りたい。まだムラムラです。右側もね。で今度左塗るときは、今ルーフにかからないような塗り方をしていかなきゃいけないですけど、今度、いやー、リアのバンパーの横を塗っちゃったから、タイヤホイールアーチのところで止めないといけない。こういう感じで色調を見ながら、このボンネット、さっき塗り上げたボンネットもまだムラがあるんですよ、見ると。いやらしいな、これでもボンネットは。これ指でつまんでるといいね。色が薄いなってところを狙ってもいいんですけど、艶がまあ今軽く
色が薄いなって感じたところに乗っけて間髪置かずに全体を塗ってみました。で今のボンネットにこっちの車体の色を合わせていく。ルーフから塗った方がいいかもしれないな。十中八九ね、影になってる部分薄く残っちゃうような気がするんですよ。この裏とか開口部周りとか、どう難しいなこれ。なんか絶対に細かい部分でムラが出そうな気がするんだけど。ボディの形がこれだよね。しょうがないね。でここだってほらこの角なんて白いものモールド近辺どうやったって色が流れちゃってなっていかない。でそういうところを狙って塗ってるとこの開口部のこの辺近辺がどんどん濃くなっていっちゃうと。まあただ最終的にはねこの色していくしかないんで、この奥の方って隠れるかな。隠れないよね。もちろんケースバイケースでニードルを引くこともありますね。だから塗料の量を多くする。うわー、ムラこれ消えるのかな。ちょっといやこのまま塗り進めよう。ボンネットはまあまあムラなくいけたと思います。ちょっとあるかな。もう一回塗るかな。もう一回塗った方がいいな。ボディはまだまだですね。こっちはもっとまだまだです。もうちょっと塗らないといけない。ボディちょっと何回か塗ってみたんですけど、やっぱりね凹凸があるんで、その引っ張られてムラがどうしても出やすい。難しいなこの色。ここなんかね、ここ糸は難しいかな。この L 字に曲がってるところ近辺引っ張られて薄くなっちゃってます。こんなもんですかね。中研ぎか。これに薄いクリア重ねていってどうなるのか。ちょっとわかんないですね。中研ぎ入れるかな。結構ねでっこぼこしてエッジがいっぱいある車なんで、あんまり研ぎ出しやりたくないんだよな。やりたくないというか、あんまりこうなるべく少なくしたい。まあ当初はそこなんですよ。当初の目的はそこですね。
ヤスリを当てる回数を少なくしたい。飛び出し全くしないわけじゃないですけどね。こんな感じ。まあでもこんなもんかな。もうちょっと艶が出てもよかったかな。まあクリア次第ですね。クリア塗ってみてからの判断にします。はい、ミラーの方もミラーの上半分も塗ってきました。じゃあこれね1日乾かしてクリア塗ります。1日乾かしてっていうか、今このブースの中で1時間置いといて、でこの後食器乾燥機ですね。食器乾燥機30度で1時間2時間ぐらいかな。1時間ぐらいでいいや。1時間ぐらい乾かして、でその後今度色塗れるのが中2日置きます。次のお休みが3日後なんで、中2日自然乾燥ですね。それではまた。